夜猫でございます。リアル生活がごたつくとだいぶ後を引くことを痛感した今日この頃。まさか年単位で動画編集する気力が湧かないとは思いませんでした。復帰する気力が湧いたと思えば立ち絵に使っていた V カツくんは査集しているし、おまけに作ったキャラは今後使うなというので V ロイドをいじることになるしで、環境の整え直しが大変でしたとさ。さて、無駄話はこの辺にいたしまして、本題に参りましょう。今回は2023年で30周年を迎えた新、女神転生シリーズ、その記念すべき第1作。新、女神転生の英語版のお話でございます。新、女神転生。西谷文氏の書かれた小説を原作にしたファミコン用ソフト、女神転生、女神転生2から続く。ご存知世紀末の東京を舞台にした RPG です。RPG と聞いてまず思い浮かぶであろうファイナルファンタジーシリーズやドラゴンクエストシリーズとは異なり、舞台となるのは実在の大都市、東京。悪魔召喚プログラムを駆使して伝承に残る悪魔たちを従え、ナイフや銃を装備して戦い始める主人公たち。しかして彼らの道はいつしか分かれていき、全く違う目標を目指して走り始めることになるのです。法と秩序の道を進み、神の名のもとに平和を目指すもよし。力と混沌の道を進み、神の支配を跳ねのけ自由に生きるもよし。あるいはそのどちらでもない道を探すもよし。戦いの果てに聖書さながらの大洪水に飲み込まれた東京に唯一残った生存権、カテドラルで勝利をつかむのは果たして誰か。とまさに世紀末の時代に生まれた目視録的 RPG の名作です。続く新、女神転生2や9、イマジンではそうした大破壊後の世界を描き、デビルサマナーシリーズや新、女神転生イフにもその世界線の影を色濃く残すなど、目視録もの、ポストアポカリプスものがお好きな方にはたまらない一本だと言えるでしょう。そんな新、女神転生、実は海外にも強烈な人気を誇るシリーズであることはご存知でしょうか。世界各国の神々や天使、悪魔を従え、時にはしばいて我が道を行く不敬の極みでありながら、その不敬さがたまらないのか、それとも神の告白さを描く世界に脳を焼かれてしまったのか。今日では北米1000倍日本向け発送不可のグッズまで色々出てくる始末ですし、他にもガラケー向けスピンオフのリメイク時には公式アカウントへ海外勢からの翻訳希望リプライが寄せられるなど、翻訳されない過去作の供給に飢えたファンの活発な動きを見ることができます。そんな風に熱望するファンも多いメガテン系列の翻訳ですが、実は過去に公式が出したものが色々あります。古くはゲームボーイ時代に販売された英語版ラストバイブルやデビルチルドレン、女神イブンロックペルソナやペルソナ2罪罰、アバタールチューナーやライドウシリーズ、デビルメイクライからゲストを迎えたノクターンマニアクスなど、数えてみれば結構な割合で英語版が出ているんですね。しかし意外なことに、新シリーズ初代3部作、新、女神転生1、2、イフは例外です。時代の近いイブンロク、ヒトラーが出てきてナチハンターからお手紙が届いたという噂の罪罰が英語化されているにもかかわらず、この3つについては物理媒体で海外向けローカライズ版が出たことがありません。さすがにトールマン周りとか4文字の大きい顔周りがまずいと当時は思っていたんでしょうか。そのせいなのかそうでもないのか、eBay なんかを探すとヤバげな物がちらほら。どう見ても海賊版です。本当にありがとうございました。そんなやべえものの商売が成り立っちゃってる新シリーズ初代3部作、これまたあれこれと移植されてきたゲームでもあります。最初はスーパーファミコン向けだったものがゲームボーイアドバンスに移植され、プレステ向けになり、スマホ向けにも発売されました。新1、新2は Android 向けと iOS 向けに、IF はなぜか iOS1000 倍です。残念なことに OS の64ビット化の波に乗ることができず、今では終売となっていますが、対応するハードと購入履歴さえあれば、今でも遊ぶことが可能です。そう。先ほど物理媒体での英語版が出ていない、という話をいたしましたが、あるやんけ。
そう、英語版、新、女神転生、でございます。めちゃくちゃパチモンっぽいアイコンをしていますが新案です。私が下手くそな役をしなくても現物があるやんけ。というわけで、はい、オープニングドン。先ほどパチモンっぽいアイコンと言いましたが、海外での略称ですね。あれ。英語でタイトル表記した時の単語3つの頭文字で、S、M、D。他のアプリみたいに主人公をアイコンにしなかったのは、区別をつけるためかな？せっかくなので、このまま遊んでいきましょう。文体が古語だ。原文のテキストでもそうでしたが、やはり威厳のある古文系の言い回しですね。文体というか単語の並べ方に癖があるので、慣れてない人は読みづらいやつ。こういう原文と英語の差に意味を見出しがちな人には興味深いやつですね。主人公の名前は普通っぽい感じを目指してニュートラルっぽいのにしましょうか。色々と単語の形が違ってますが、なんとなく現代ではどういう単語かはわかると思います。ハストが二人称のハブと同じ意味なのはなんか過去形っぽくて間違えそう。ステータス画面の言わんとしてるところはなんとなくわかりますね。お前を待っているのは何か、で区切ってるのは長さのせいかな？選ばれし、とか相争う、みたいなニュアンスは察してね感がありますね。この二つの言葉がないだけでなんか違うように見えてきますが、まあキリスト教も結構な先民主義ですし通じるのかな？ザ・ロード、英語というか一神教的には主なる神の意味ですね。さっきのところと違って割と普通の英語だな。イエス、キリストのキリストはヘブライ語のメシアをラテン語とかギリシア語に訳したものなわけですが、十字架にかけられたのは救世主だけとは限らないのがここのポイントなんでしょうね。信仰の結果として十字架にかけられた人たちもまたたくさんいるわけで、彼はどっちなんでしょうね。お約束的に知力と魔力にステータスを重点的に振っておきます。主人公は魔法が使えないのでとりあえず知恵と腕力重点です。本当は魔力も上げておかないと、魔法に当たるとすぐ死ぬよ状態になっちゃうんですよね。イフの魔界人が言ってました。ただ、知力が低いと交渉がうまくいかない気がするので、ここでプリーズの語が入ってるあたり、ローヒーローの腰の低さというか穏やかそうな性格が出てますね。こんなんで重担いでやってくるんだもんな。ギャップがすごい。そしてこっちはこっちでドライドアップときましたか。乾いた魂っていうか、干上がってカラカラ感がありますね。乾くという字自体そういう感じのものですけども。名前に迷ったのでちょっと早送り。
別に自転車盗んだ前科があるとかそういう話ではないはずです。多分。それはどっちかっていうと、時代の近いどこかの高校の男子生徒のお話です。まあ、自転車を盗んだ話は出てこない代わりにこれまた銃を持ち歩いてるんですけども。寝起きの悪そうなカオスヒーローくんです。しかしまあなんというか、言葉遣いが俗語調というか、スラングよりスラムと教会みたいな対比なんでしょうかね。ちょっとだけスラムというか、下町ベラン名系カオスヒーローを想像して吹いたのは内緒です。深読みしすぎかもしれないけど、こういうオールマイライフとエターナリーの取り合わせでなんか人外っぽさを感じますね。こんな不思議な夢に出てきて永遠とか言い出す人が普通のお姉さんなわけがあるかい。このセリフ見て思い出したんですけど、年齢的には高校生ぐらいなんですよね、主人公たち。英語版では起こす文句が1行追加されてるの、寝起きに信頼がなさそうでちょっと笑えますね。スティーブンの名前の綴りが違うのは元ネタのホーキング博士に合わせたのかな？聞くところによるとアメリカ系とヨーロッパ系で綴りが違うとかなんとか。悪魔召喚プログラムの悪魔の部分にデモンの語が当たってるの、面白いですね。デモンという言葉の語源はギリシア語で神を意味する言葉、大門だと言います。一神教における悪魔に異教の神々を貶めたものが多いのは有名な話ですよね。戦うことになる相手にそういう存在が多いことを知っていたのか、単純に開発者自身が出身地的にメシア教寄りだったのか。というわけで、いかがでしたでしょうか？わかりやすさ重点で元のテキストを添えてみましたけど、これめっちゃめんどいですね。編集カロリーの高さがすごい。何せ同じゲームを同時に2回プレイしてテキストを並べているので単純に普通のゲームの2倍の録画です。読み比べるのが面白いので続けようと思いますが、そういうわけなので時間がかかることでしょう。そんなチャンネルですがこれからもお付き合いいただければ幸いです。といったところで今回はこの辺で。ご視聴、ありがとうございました。